モ活時間の記録 Vlog。今回はドラゴンボールのプラモデルメカコレクションボリューム2牛魔王の車です。塗装編。前回未塗装で組み立てたパーツを水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りペイント記録 Vlog です。このキットは2017年に発売されました。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。ベースとして色分け塗装する箇所にまずパレホのモデルカラーライトフレッシュを塗りました。よく下地作りに使っているかなり白に近いフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。機体には色分け箇所に、登場する3人のキャラクターには全面に水で薄めた状態で下地を作りました。牛魔王も愛用したオールドタイプの機重付きエアカーです。独立した運転席が1席、ここにブルマが登場しています。後部シート席は2人掛けで、今回のキットでは悟空とウーロンです。3人乗りのオープン仕様で、車体の前部には機重を2門。ライトやウィンカーは小型化して被弾率を下げているという設定でした。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で必要に応じて調色も可能。プラモデル、フィギュアなど多彩な模型塗装に対応できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい。マットな仕上がり。これらが何といってもパレホの魅力です。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けスタート。まず3人のキャラクター塗装からいきます。悟空とブルマの肌カラーとして、モデルカラーのベーシックスキントーンを使用しました。文字通りフレッシュカラーとしては標準的に用いている塗料です。下地の白が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料でイギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。続いてウーロンです。こちらの肌カラーには下地に使ったモデルカラーライトフレッシュを再び悟空ブルマと比べると明るい白っぽいカラーにしています。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行ってしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。悟空の目、ブルマの目とリストバンド、ウーロンのシャツに白を塗りました。モデルカラーのホワイトグレーです。少しグレーっぽさもある白カラーで適度な粘性で隠蔽力強いです。悟空の道着は初期カラーの紫です。使用したのはゲームカラーのエイリアンパープルです。塗装箇所が入り組んでいて少々塗りづらいですが、塗料は適度な粘性で扱いやすかったです。ブルマの瞳と頭髪にはライトな緑を、ゲームカラーのベルデグリを使用しました。明るいカラーですがそこそこ隠蔽力は強いです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。メカコレクションは全7キット。それぞれに連動ギミック用のパーツが付属していて、7キット分全部揃えると、ブルマのロマンティック戦闘機が完成するという企画になっていました。悟空の口、
ウーロンの口と耳の部分にモデルカラーのブラウンローズを使用しました。少し見切れているウーロンのズボンの部分に緑、モデルカラーのミディアムオリーブを使用しました。だんだん色分けがはっきりしてきました。ここで黒です。ゲームカラーのブラックです。極細筆で書き入れです。慎重に丁寧に。ウーロンの眉、目、鼻、悟空とブルマの瞳、そして広い面積もしっかり塗装箇所がありました。悟空の頭髪、ブルマのバニーガールのコスチューム、これは頭飾りにも。標準的に使っている黒カラーです。ウーロンのサスペンダー、悟空の如意棒のショルダーに茶色です。モデルカラーのベージュブラウンを使用しました。最近よく使っている茶色の塗料です。赤です。ブルマのリボンタイと悟空のリストバンド、如意棒に使っています。ゲームカラーのブラッディレッドです。往年のコミックスに登場したドラゴンボールメカを手のひらサイズで全7巻集められるというのがコンセプト。鳥山明先生の描く独創的でレトロチックなメカを手のひらサイズのプラモデルとして再現されています。パッケージも当時のコミックスをイメージ。側面はつなぎ絵風のデザインになっていました。そしてここからが期待です。まずはゲームカラーのカーキ。原作のカラーイラストを見ながら、プラモデルではパーツで色分けされていましたが、結局ほとんど同系色に塗り替えました。続いてウィンカー、座席シートに上塗りしたのはモデルカラーのライトブラウンです。これで雰囲気が一変しました。塗装面積大きいですが、下地も走行して一発で色は塗りました。この牛魔王の車は、亀仙人も駆けつけたフライパン山のシーンで、旅路を急ぐ悟空たち一行に、牛魔王がホイポイカプセルから与えてくれたマシーンでした。仕上げに液体塗料を水で薄めて染め塗りです。下出るカラーコントラストのスネークバイトレザーを使用しました。かかった時間はキャラクター、機体全部合わせて約90分の塗装でした。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。色塗り終わったパーツを組み上げます。付属のシール、寿を機体の側面に貼り付けます。ピンセットで取って丁寧に。そして3人のキャラクターを機体に登場させます。まずは運転席のブルマです。続いて後部席のウーロン。そして孫悟空です。フロントビューからリアビューがこちら。ということで、ドラゴンボールメカコレクションボリューム2、牛魔王の車のキット、パーツをフリーハンド筆塗り、水性アクリル塗料の塗装 Vlog でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。